ピンポンパンポーン。どうもこんにちは、かなてみるです。今回は王立技術研究所パート2ということで、ミシックモブツで使用するスキルの中で一番ポピュラーな設定であるプロジェクティルの使い方を解説していこうと思います。こちらは注意事項です。本動画で紹介する知識はまだまだ初心者のかなてみるが独学で勉強した結果によるものです。間違った使い方や解釈がある場合やまだまだ未熟な部分がありますのでご了承ください。まずプロジェクティルというのは一つの発射体で、この項目を使うことでモンスターから発射体が発射されます。最初にこのスキルをテストするために必要なモンスターを作っていきましょう。設定はこんな感じですかね。使わない部分は極力省略しています。ムーブメントスピードを 0.01 に設定することでモンスターはその場から動かなくなります。スキルの項目は今は空欄でも大丈夫です。では実際に召喚してみましょう。最初はリロードです。スラッシュ MM スペース R と入力しリロードします。このモンスターの卵を手に入れるには以下のコマンドを入力します。これでインベントリにこのモンスターの卵が64個入ったかと思います。この卵を投げて召喚してみましょう。敵はその場から動かず近づかなければ何も攻撃してきません。これで準備は整いました。次にテストするスキルを作っていきます。プロジェクティルの項目を使ってスキルを作りました。名前はテストプロジェクティルと名付けてみました。スキルズという項目にプロジェクティルと入力し、それぞれの設定値はこのようにしてみました。OT は指定したティックごとに呼び出されるコマンドで、OH は敵やエンティティに当たった時に呼び出されるコマンドです。それぞれテスト P ティック、テスト P ヒットという名前を設定しています。V は発射体の速度です。これを大きい数字にすると発射される弾が速くなります。I に設定した数値ごとに OT に指定したコマンドが呼び出されます。この場合だと4ティックごとにテスト P ティックが呼び出されることになります。言葉で伝えようとすると難しいので、今はあまり気にしなくても大丈夫です。次にテスト P ティックという項目を作りました。ここには主にパーティクルを設定するといいでしょう。パーティクルの種類はレッドダスト、カラーは赤色にしてみました。その他の数値についても後ほど解説します。そして最後のテスト P ヒットですが、これはモンスターから発射されたこのスキルがプレイヤーに当たった時の挙動を設定するといいでしょう。今はひとまず1ダメージを受けるのみにしておきます。ここまで設定ができたら、先ほど作ったモンスターにスキルを使用させる設定をしましょう。スキルズの欄に以下のように設定します。これでテストプロジェクティルというスキルを5秒ごとに使用する設定になりました。ではゲーム画面に戻りテストしてみましょう。スラッシュ MM スペース R と入力しリロードします。先ほどと同じ卵を投げてモンスターを召喚しましょう。赤い魔法弾を放ってきましたね。これが先ほど設定したテストプロジェクティルの内容です。次に魔法弾の色を青に変えてみましょう。変えるにはテスト P ティックのパーティクル、カラーの欄を変更します。ここで便利なサイトをご紹介します。カラーヘックスというサイトで、ここを使えば簡単に自分が欲しい色のコードをコピーすることができます。青色のコードをコピーし貼り付けてみました。ではゲーム画面でテストです。リロードした後モンスターを召喚。弾が青色になりましたね。いい感じです。次はパーティクルズ内の HS、VS、A について説明します。HS はエフェクトがどれだけ横に広がるか、VS はエフェクトがどれだけ縦に広がるかを定義しています。A は表示するエフェクトの数です。試しに VS を 0.1 から2に、A を10から30にしてみました。
縦に青いエフェクトが広がっていますね。A を30にしているので、縦に広げたエフェクトも違和感なく表示されています。HS を高い数値にすれば横にエフェクトが広がっていきます。今度は以下のように数値を調節してみました。A を60、HS が 0.2、VS が 0.4 です。そしてプロジェクティルの項目に新たに MR を追加してみました。新たな項目を追加するときは前の項目の後にセミコロンを入れる必要があるので注意してください。MR を10にしています。MR はこの発射体が移動する最大距離の設定です。今まで制限なしだった魔法弾ですが、MR10 を設定したことによって10ブロック先までしか届かなくなりました。あまりにも長い距離を移動する魔法弾を作ってしまうとサーバーに負荷がかかってしまいますからね。だんだん魔法弾らしくなってきたので、ここからさらに装飾をしていきます。テスト P ティックのエフェクトを以下のようにしました。レッドダストのパーティクルを2行に増やして色を変えています。赤と濃い赤の2種類ですね。さらに3行目にはフレームというパーティクルを使用しています。MR は程よく届く15に設定してみました。炎のエフェクトが綺麗ですね。この2種類の動画を見比べていただくとわかると思いますが、プロジェクティルの I の項目を4から1へ減らすことにより、より滑らかな魔法弾になったかと思います。1ティックごとにテスト P ティックに設定したエフェクトが表示されているからです。ここまでできたら、炎の魔弾も完成間近です。さらにここで魔法攻撃っぽさを追加してみましょう。テストプロジェクティルにサウンドという項目を追加しました。そしてテスト P ヒットにイグナイト T=100 という項目も追加しました。サウンドはそのままの通り音を鳴らすコマンドです。この設定だと20ブロック以内のプレイヤーに聞こえるように音が出ます。イグナイトはこの魔弾に当たったプレイヤーを燃やす設定です。T=100 なので100ティック、つまり5秒間プレイヤーは燃えることになります。ではテストしてみましょう。これで一つのスキルが完成しましたね。単純な構造ですが見栄えも良くてポピュラーなスキルが作れたかと思います。さらなる改良。現状このスキルは少し縦長なので VS を減らしてみましょうか。VS を 0.4 から 0.2 にしてさらに同時に3方向に発射するようにしてみましょう。角度を変えた魔法弾を作る場合はプロジェクティルの項目に HO を追加します。 MR の後にセミコロンを入れて HO=20、 HO=-20 をそれぞれ設定してみました。ではテストしてみましょう。これで縦長だった炎の魔弾もいい感じに調節されて、さらに3方向に発射されるようになりましたね。これはもうボスが使ってきてもおかしくない立派なスキルに見えます。3way フレームとでも名付けておきましょう。いかがだったでしょうか。今回は敵が使用してくるスキル、最も基本的なプロジェクティルについて解説してみました。もし制作している方がいれば参考になったなら嬉しいです。こんなものを取り上げてほしいとか、これはどうすればいいのとか、リクエストや感想などがありましたらお気軽にコメントをお願いします。次回はプレイヤーのクラスの作成方法を解説していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。